結局、量をやる方がいいですよね。早くやった方が改善できるじゃないですか。結局失敗が怖いだけでしょと。素直さと一緒で別に失敗してもいいじゃん。本社長、僕は先にいろいろ考えちゃう性格で、いろいろなところで行動力が大事だよって言われてるのは分かってるんですけど、なかなか行動に移せないんですよね。行動に移せないのは、やりたくないか、自信がないか、じゃないですか。大体の人が、行動量がって言うけど、やりたいと思ってないでしょ、そもそもみたいな。今日中にやったら、明日1億円あげますよって絶対やるじゃん。やらないってことは大体やりたくないんだよ。そう思いますよ。しっかり考えてからやった方がいい結果が出るんじゃないかなと思って考えがちになっちゃうんですけど。しっかりって超曖昧ですよね。質が10を求めて、スピード5で行くのと、スピード10で質5どっちがいいのみたいな。こういう感じで考えるんですよ、多分。でもスピード10だったら質5にはなんないですよ。絶対。もっと言うなら、それであっても、スピード10、質5の方がいいです。質10、スピード5だったら、50日かかります。今度逆に、スピードが10で、質が5だったら、この質5っていつできますって話になるわけですよ。2倍だから25日で質が出てくるわけでしょ。50日後の結果はどっちでしょうかと。質が高くなるの決まってるんじゃないですか、そこから。スピードと質どっちが大事ですかって言ったら、スピードですって、まず言いますよね。ただこれって質がどうでもいいってことを言ってるわけじゃないんで、でも同じ人がやるんだったら、質ってそんな変わんないですよ。だから量と質みたいななんかすごいトレードオフみたいな議論になりますけど、結局、量をやる方がいいですよね。早くやった方が改善できるじゃないですか。極論は質と量とかも両方大事なんですよ。なんですけど、どちらかというと絶対スピードです。スピードがある方が結果的に質も高くなるから、いっぱい経験できるじゃないですか。さっさと行動したらいいんじゃないですか。これやりたいなとか、これやった方がいいなと思うんだったら早くやった方がいいに決まってるじゃないですか。本当に行動しないってことは、それがいいと思ってないか。だからやりたくないんですよ。だから行動しない。僕はそういう解釈してるんですよ。っていうことかな。あとは自分がでも行動できたのは、素直だからかもしれないです。年取ってきて素直さちょっと失ってるなと思うんですよ。だから子供として考えてくださいと。子供だったら、まだ何も知らないから、これやった方がいいよって言われた瞬間に一生懸命やるんですよ。それで成果が出ると、もっとやるんですよ。子供って素直だから。逆に知らないことの利点ですよね。大人になると何が行動を邪魔をするかっていうと、知識と経験なんですよ。それに素直さが減ってるわけですよね。これやった方がいいよって人に言われても、本当？前に誰かにそう言われて、俺めちゃめちゃ失敗した経験あるんだけど、本当にそうなの？こうって考えてるじゃないですか。子供の方が成長早いのはそういう理由ですよ。知識と経験が素直さを邪魔をするときなんです。自分でもそう思うなと思うんですよ。昔より行動量が正直減ってるなと思うんですよ。いかに素直になれるかっていうこともポイントだと思うんですよ。自分はあと好奇心旺盛で、知らないこと知りたいんですよ。知らないことをどんどんやってみたい。質が50、スピードが100。スピードが100、質が50って言ったのに、この質の100に50日かける人と、25日で質50の人だったら、この25日で質50で試すんで、そしたら改善があと25日できるんですよ。PDCA をいっぱい回せるから、早くやった方がどう考えても得ですよね。会社として例えば何かをやるって決めた時に、一応リスクだけ考えるんですね。失敗した時のリスクだけ考えて、失敗した時のリスクが高くないんだったらさっさとやる。でも、例えばこれをちゃんと考えずに決めると、後々リスクがでかいもの。これに関しては当然、このリスクを潰せるまで。失敗するリスクとか、早くやってしまう、早く決めてしまうことのリスクと、早くやった方がいいメリットを考えながら、早くやった方がいいメリットが勝った時にはやれですよ。自分としてもそうですよね。と思いますよ。すぐやれないことってやりたくないんじゃないのと。結局失敗が怖いだけでしょと。素直さと一緒で別に失敗してもいいじゃん。いいじゃんとは言わないけど、失敗しないように頑張って考えますけど、失敗を恐れているのが先に来てる人がいます。俺この行動が正しいと思うけど、これをやりたいと思ったけど、これをじゃあ30日間学んでできなかったら、30日でやるって言ったのに学べなかったら俺恥ずかしいな、ダセえな俺みたいな。お前がダサいかどうかなん誰もあんな見てないからですよ。失敗みたいなものをだから怖がってるって人もいますよね。失敗を恐れて行動できないみたいな。行動できない人は本当はやりたくないんじゃないのとか、やらなくてもいいと思ってるんじゃないのとか、失敗が怖いんじゃないの。大体こういうパターンの人が多いですよね。僕の中で結構割り切ってて、本当に必要じゃないと思ったらやんないです。こんだけ考えてやんねえってことは実は必要じゃないんじゃないかって。それか本当に必要になったら後で思い出すか忘れよう。もしくは仕事でなんか頼まれたことでもすぐ取り掛かれないんだったら、それはじゃあ他にいい案があるんじゃないのと思うんで、それを出したりとかすることもありますし、ただ決められたこれをやってくれって言われたら、それはそれで早くやった方がいいじゃん。だってどうせやんなきゃいけないんでしょと。早く終わらせた方が気が楽じゃないですか。30日あって30日後にやればいいと。やんないと、あれやんなきゃ、これやんなきゃ、あれ忘れてた、あれやんなきゃ。こんな気持ちずっと1ヶ月持ってるんですよ。バカじゃないの。だったらどっちかですぐやって、10日で終わらして、20日間、悠々自適に、俺もう終わってっから大丈夫みたいな。で気持ちで過ごした方が良くないですかと。
行動っていうのは何を行動するかによりますけど、すぐ行動できない理由って極論やりたくないんですよねと思うんで、やって得のあることは絶対すぐやるから、人間。やりたくないから多分すぐ行動しないし、そんなにメリットがないと思ってるからすぐ行動しないんで、その原理をどう応用するかだけだと思うんですよね。やらなければならないことに変換する仕組みとか、そういうのを考えたらいいんじゃないですかね。もし社長っていろんな社員さんとか、はいいろんな方々と関わってきてると思うんですけど、はい行動力ついてる人って結果が出るなって感じますか？感じるとかじゃない、出ますよ。行動力ある人が結果出ますよ。最近だとね、採用が大変だとかって言うじゃないですか。とある人がいて、この人をどうしても採用したいという時に、行動力ある人はすぐ行くわけですよ。これがダメであっても、何がダメだったか聞いてくるわけです。もしくは何がクロージングできないか聞いてくるわけですよ。すぐそれを聞いてきて、いや、こんなことこいつが言ってるんですよね。それってでもあの生徒使ったらこうやってこうやってこうやってできないみたいな。こういう言い方したら、この人だってうんって言うんじゃないのみたいな。すぐまた行くんですよ。で、またそれを伝えてくるわけですよ。で、また戻ってきたんですけど、いや、これ言ったらこうでしゃあでしゃ。いや、じゃあこれやったらいいんじゃないの？はいはい、また行きました。1週間後。結局3回行って一緒に頑張ってくれるっていう風に承諾もらいました。こんなパターンですよ。この人はこういう人だからどういう風に言ったらいいかな。1週間後1回目行きました。すいません、他の会社でもう決まっちゃいました。こんなパターンいっぱいありますよ。営業もそうですよね。最初にとりあえず突撃したからこそ私に興味持ってくれてるんだとか、2回目すぐ行ったからこそ認めてくれてるんだとか、心理的な面からしてもそうだし、すぐアタックするからすぐ改善ができるわけじゃないですか。こうやって仕事の差ついてきます。すぐやる方が結果出ますと感じますかじゃない。すぐやる方が結果出ます以上ですよ。経営者がちゃんと考えずにすぐ実行してしまう失敗とかありますけど、国とかも例えばね、すぐやることが大事だっつって、マイナンバー制度のこれすぐやってしまえっつって客観的なミスがあったら後から変えるの大変ですよ。それはやっぱリスク量ですけど、言い方悪いですけど、サラリーマンが一人すぐ行動して失敗するぐらいのこと大したことないです、大体。そんなに大したことあったら大体上司もチェックするし、そんなことより早くやれってみんな思ってますよ。まとめにはなるんですけど、改めて行動力をつけるであったり、行動する時の思考法、ポイントをちょっと教えていただければと思います。いろいろ言いましたけど、行動をすぐしたいんだったらすぐやる。人間ってやっぱり一番思い立った時行動力があるはずなんで、時間が経つにつれ行動力が下がってくる。行動をするモチベーション下がってくるんですよ。やっぱすぐやるのが一番いいですよね。とりあえずすぐやってみると。これしか本当ないですけど、行動できないってことは本当にやりたくないとか、やりたいと思ってないとか、やっても意味ないとかってやっぱどっかで思っちゃってると思うんですよね。自分にメリットがあるんだったらすぐやるんで、すぐ行動するじゃないですか。だからそれをうまくやっぱり利用して、どうしたら自分がすぐ行動するのかとかっていうのを考えてですね、すぐ行動できるような設定というか、仕組みとかを自分の中でも作っちゃうのがいいんじゃないですかね。ありがとうございます。本日もご視聴ありがとうございます。アップル引っ越しセンターでは常に共に働く仲間を募集しておりますので、ホームページや SNS 等を通じてご連絡いただけると嬉しいです。また、このチャンネルでは現場の様子、対談、研修、イベント、そしてビジネスに役立つ思考等々、様々な動画を配信しておりますので、チャンネル登録してください。最後に、この動画もぜひいいねをよろしくお願いいたします。